はい、こんにちは。川口の健です。今日は新しい靴のアッパーを作っていきます。今回作っていくのはですね、キッシュの既製靴ではなく、僕が友人を中心に作っているビスポークやっていきます。キッシュの靴ブランドとしてはまだビスポークはね、一般の受注は開始してないんですけども、知り合いを中心に僕の技術の上達の助けになるようなこととか、実験的なことなんかをビスポークではやっていきます。で、今回作っていくのはかなり特殊な靴ですね。今までには作ったことないような靴、アッパーを切り出してあるので、これを縫って作っていきます。アッパーはカットしてあります。でね、本当にね、めちゃめちゃシンプルなんですよ。これがアッパーです。1枚です。黒いボックスカーフですね。ライニングはこの大きいパーツとこのパーツの2分割です。パーツはこれだけですね。非常にシンプルで今までにないような靴です。この大きい1枚のパーツをここでつなげてそのままアッパーというめちゃめちゃシンプルですね。ということでかなりね、縫うとこは少ないです。なんですがちょっと変則的な縫い方をするのでパターンをね考えるのに苦労したんですけど、なんとかね形にしていきます。まずはこのライニング分割してあるので、これを貼り合わせて縫っていきます。まずこのアッパーの裏面ですね、この履き口のところに補強テープを貼っていきます。ちなみにこれ白くなってるんですけど、この皮の端っこを薄く突き木にかけてあります。クロムナメシの皮っていうのは表面は黒くなるんですけど、中はね白っぽい薄い水色っぽい色になるんですよね。その色が出てますね。この履き口のところ伸び止めのテープを貼っていきます。でですね、この表のこの端っこのところにねずっと糊を塗っていきます。このライニングの端っこにも糊を塗りました。これ何するかというと、今糊を塗った端っこ同士を貼り合わせます。こんな感じで裏向け同士、ライニングもアッパーも裏向きでこのトップラインで貼り合わせました。これをね裏から縫っていきます。はい、こんな感じでライニングとアッパーを縫い合わせました。表側を見るとこんな感じです。この縫い目が見えないんですけどしっかりつながってます。でこれを折り返していきますね。今縫った縫い目を少し引っ張りながら折り返していきます。ここからちょっとどうやっていくかを見せるのがなかなか分かりにくいんですけど、これをねこうくっつけるんですよ。ここがねちょっとなかなか無理やりなんですよね。こうしてこの黒いアッパーの端っこ同士を貼り合わせます。なんかメビウスの輪みたいになってますけど、この今貼り付けた部分を縫っていきます。
はい、縫いました。だいぶ縫いづらいんですけど、これをやることでこうアッパーの表面に全く縫い目が見えなくなります。今縫った場所、ここですね。こう裏から縫い合わせてますので、表には縫い目が出ません。今こうやって飛び出てるライニングをこのアッパーの内側に裏返していきます。はい、裏返りました。で、ライニングの最後、継ぎ目はまだ縫ってません。ここ貼り合わせてから縫い合わせます。最後はですね、アッパーの重なる部分、ここに小さく穴を開けてあります。ここ履き口なんで、履くときに割と負担はかかりやすいですね。なので飾りの意味と、あとここのね、補強という意味で車庫止めをしていきます。はい、アッパーが縫い終わりました。縫う箇所少なかったですね。なんですけど、かなりめんどくさい縫い方をしたので、形になってくれるか心配だったんですけど、無事綺麗にアッパーが完成しましたね。はい、アッパーの形もかつてないほどシンプルです。ぐるっと1枚巻くだけですね。ライニングも同じくね、ぐるっと巻いてます。ライニングだけここで継ぎ目を作ったのは、これは革の鳥ですね。このパターンね、こうすごく変な形なので、あまりにも革の取りが悪すぎるんですよ。で、アッパーは1枚で取ったんですけど、ライニングが見えなくなるので、こんな風に少しだけ分割しました。アッパーのミシンなんですけど、ここね、無双ってやつですね。縫い目が表に出てこないってやつですね。こんな感じで、アッパーもライニングもこうやってね、折り返されてるような感じで、革の断面が見えてません。トップラインぐるっと縫ってあって、アッパーはここで継ぎ目があるんですが、この部分にも縫い目を見せずに縫い付けました。この辺のライニングとアッパーのこうつながる部分の構造がなかなか考えるのに苦労したんですけど、こんな感じでしっかり縫い付けることができました。この革はですね、フランスのアノネの革なんですけど、このめちゃめちゃシンプルなデザインのアッパーにツルツルの革質でいい感じの靴になりそうです。ということで、騎手の既成靴作りも引き続きやっていきますが、こんな感じのビスポークもちょこちょこやっていきます。やっぱりこういうのって結構ね、作り終えるまで完成が不安なんですよ。やったことないんで。なんですが、こういうのはね、ビスポークでやって、このね、デザインもかなりいい感じなので、このデザインの靴も既成靴に展開できたらいいなと思ってます。次回はこの靴釣り込みやっていきたいと思います。ということで、本日の革靴の件でした。ではまた。